皆さんはどんな家に住んでみたいですか？山奥で生まれ育った私はずっと海のそばの家に住んでみたいと思っていました。中でもビーチのすぐそば、波の音が聞こえる家なんか最高です。こんにちは、ダイヤル11のちえです。今回はお部屋からビーチまでたった5秒、海のすぐ目の前のロマンチックなリゾートに行ってきました。今回私が訪れたのはネグロスオリエンタル州の州都ドゥマゲテから南に約30キロ、ザンボアンギータの町にあるリゾート。ドゥマゲテも人口13万人の小さな町ですが、ザンボアンギータはさらに小さい人口4万人の町。フィリピンの田舎らしい素朴でのんびりとした雰囲気がとても素敵な町です。バイクを走らせること50分、目的地に到着しました。こちらが今回宿泊するリゾート、ア・ピラズリゾートです。こちらのリゾート、敷地内でかなり高低差があるんですが、その立地を最大限生かしているのがオーシャンビュープール。そう、プールに入りながらこんな風に高い視点で海を見下ろせるんです。抜群の開放感。ちょっと温泉に入りたくなっちゃうのはやっぱり私が日本人だからですかね。さて、せっかくのビーチサイドリゾートということで、今回は一番海に近い離れのお部屋をお願いしました。それがこちら、エグゼクティブクイーンゲストルームです。タオルで作ったスワンがとってもラブリー。ウェルカムメッセージも嬉しいですね。ダブルサイズのベッドが1台とクーラーとテレビ付き、フリーのインスタントコーヒーと冷蔵庫にお水と有料のドリンクがたくさん、フリー Wi-Fi と有料のお菓子もたくさん用意されていました。スリッパがあるのも嬉しいですね。恒例シャワーの水圧は強くもなく弱くもなく、個人的にはこれくらいの水圧があれば十分です。そしてこのお部屋の最大の魅力は何といってもバルコニーの扉の先がすぐビーチ。部屋から走って5秒で海に飛び込めちゃいます。こういうビーチ沿いの小さな家にずっと憧れていました。海を眺めて波の音を聞きながらのんびり、最高のリラックスタイムです。それでは皆さん、こちらのお部屋1泊いくらだと思いますか？正解は6554円でした。朝食込み2人で泊まれば1人3300円くらいです。ちなみに実はこの日、施設の不備で夕方まで部屋の電気が使えなかったため、正規料金の 20%、 約1000円も割引してくれました。なんだかちょっと申し訳ない、でも嬉しい。さて、停電でクーラーが使えず暑いので、ビーチで少しシュノーケルすることにしました。こちらのシュノーケルグッズをなんと無料で貸してくれました。停電という非常事態だったので、もしかしたら普段は有料なのかもしれません。ザンボアンギータの公共ビーチまで徒歩3分ほど。結構たくさん人が泳いでますね。海に入る前にビーチ沿いをちょっと散歩してみます。鶏の家族がいました。私は鶏の家族を見るといつもフリッキーを思い出します。世代がバレそうですね。こちらには丸々とした豚さんが。フィリピンで豚といえばパーティー料理でおなじみの豚の丸焼きレチョンですね。フィリピンに来たばかりの頃は結構衝撃でしたが、今は生きている豚さんを見ても美味しそうと思うようになりました。今度は熟睡しているニャンコを発見。微動だにしません。こんなに近づいても起きない。そうこうしているうちに起こしてしまいました。ボードの下に逃げ込んで明らかに不機嫌そう。それではいよいよ海に入ります。時刻は午後3時半。まだまだ日差しが強いです。海からビーチを振り返ると大きな入道雲が。5月のフィリピンは夏真っ盛りです。結構波がありますが、水中はどんな感じでしょう。濁ってますね。これはちょっと魚を見るのは難しいかも。それでもしばらくプカプカと漂っていたら、いました。黒い魚です。これは三つ星クロスズメダイですかね。この白黒のはホンソメワケベラかな。
なんか脳みそみたいなサンゴが見えます。調べてみたら名前もそのまま脳サンゴでした。もっと進めばまだまだたくさんいそうだったんですが、金槌の私にはここまでが限界でした。幻想的な海の世界をお見せできずすみません。続いては夕食タイム。プールサイドのこちらのレストランでいただきます。今回オーダーしたのはシンガポールスタイルチリクラブ。身のたっぷり詰まったカニが丸々2杯。殻が硬いのでシェフの方に割ってもらいました。Dumandan. Dumandan. Dumandan, ya. Here in Zamboanga. ザンボアンギータの海で採れたカニなんだそうです。味も濃厚かつピリ辛で最高です。お値段は650ペソ、約1500円。お料理もドリンクもリゾートにしてはお手頃な価格設定でかなりお得感のある夕食でした。そして嬉しいことに今回は宿泊に無料の朝食が含まれています。盛り付けがとっても素敵でこちらも大満足でした。夕食後は波の音を聞きながら就寝。とってもロマンチックな海沿いのお部屋。一人で泊まるのはちょっともったいないお部屋でしたね。ダイヤル11。次回は地元の人もあまり知らない山の中の謎の湖を探検します。これは池？それともダム？